暴れん坊将軍。日頃金に縁のない庶民が宝くじに一攫千金の夢を託すのは今も昔も変わりがない。吉宗が将軍職にあった享保年間、寺や神社が売り出す富くじが盛んに行われていた。富札の売値は1枚1分、1両が4分だから決して安くはない。しかし運よく一番富に当たれば千両分減になれるのである。町人たちが目の色を変えるのも無理はなかった。555番鶴の1555番。それでは本日月納めの一番富つきます。はい、お願いします。一番富松の230番。松の230番。当たった当たった。ほら松の230番。下手な鉄砲も数打ち当たるというが本当だね。ごめんなさいよ。ごめんなさいよ。富くじを一人で何十枚も？少なくとも元手に10両はかかってますね。よほどの金持ちだな。何でも日本橋の呉服問屋だそうで。金蔵に千両箱がうなってるって話ですよ。だったら富くじなんて買わなくたっていいのに。富くじなんて博打と同じさ。負けてなきつらかくくらいなら初めから手を出せないことだね。おかみさん、それは違いますよ。富くじや博打じゃありません。おかみが認めてるんですからね。そう、まっとうな金儲けです。なんと言うと私は嫌いだね。お金は働いて稼ぐもの。濡れてる屋のつかみ取りなんてくだらないよ。そうかしら。私は夢があっていいと思うけどな。おいおまっちゃん、金の亡者の味方をするのかい。おかみさん、金の亡者はひどいでしょ。ああ、八五郎さん、金は賞金の50両は持ってきておくんないやしたか。慌てるなよ一兵衛さん。金はここにちゃんとある。渡す前に札を見せてくれ。へい、見ておくんね。松の230番、一番富に間違いねえでしょ。そのようだな。何をするんだ。金を出せ。遠慮なく受け取れ。仕事やるだ。何をしておる。しっかりしろ。今の男は誰だ。本物の富札ではない。
よく似せとはありますが、肝心元の主因がございません。おそらく隠れ富でございましょう。隠れ富？はあ、自社奉行の認可を受けずに売り出す潜りの富くじです。当たり番号は正規の富付きで決めますが、賞金は一番富でも40、50両、五面富の1000両とは比べ物になりません。分が悪いのになぜ買い手がつくのじゃな。はあ、富札の売り値が安いからでございます。噂によりますと1枚50文程度とか。たった50文。それでは胴元が儲かりますまい。一度の富付きで1万枚からの隠れ富が売れるそうですから、売り上げは約500両。1年に5、60回の富付き興行が催されるとして、総売り上げは軽く2万両を超えるはずです。塵も積もれば山となるか。それほどの大商いとは。ですが、もともとが御法の目を盗む家業ですので、賞金の受け渡しなどに絡んでとかく揉め事が多いそうです。では一兵衛という男もそれが元で殺されたというわけか。いい人だったのにね。おみっちゃんもこれから大変だろうな。そうやな。五体満足なもんでも住みにくい世の中だもんな。ご苦労様です。ありがとうございました。俺ですよ、おみつさん。誠治さん、誠治さんなの？よく来てくれたわ。私一人じゃ心細くて。すいません、しばらく家を開けてたもんで。もっと早く知ってたら葬式の手伝いもできましたのに。ううん、それはいいの。めぐみの若い人たちがみんなやってくださったわ。それじゃお水で。なんだあの野郎。わけになれないしくしやがって。当たり前だよ。昔はこの内弟子でな、一兵衛さんこの娘婿にしようとしてたんだ。それが何だった遊び人に？うん、喧嘩に巻き込まれた親方をかばってな、人を傷つけちまったのよ。こいつがまた職人仲間の肝入りでな、寄せ場勤めが終わっても元の家業には戻れねえってわけだ。それにしてもあんないい親方がどうして下手人の目星はついてるんですかい？それがわからないの。お奉行所の人は何にも言ってくれなかったわ。分かったら教えてくださいね。俺が敵を取りますから。ダメよ。そんなことしたらまた寄せ場送りに。今度は寄せ場送りじゃ済まされないわよ。お父っつぁんいつも誠治さんにすまないって言ってたわ。俺のせいであいつは割を食ったんだって。いや、割を食ったのは親方の方ですよ。俺が誤ったことをしたばっかりに肝入りに逆恨みされてろくな仕事をもらえなかったそうじゃないですか。でもお父っつぁん一言も愚痴をこぼさなかったわ。地道に働いていればいつかは報われるもんなんだって。毎日コツコツって。気を落としちゃいけませんよ。これから俺が親方の代わりだ。できるだけのことはさせてもらいますからね。ありがとう誠治さん。あなただけが頼りだわ。それじゃあ俺はこれで。また来ますよ。あんたがおみつさんか。はい。どちら様でしょう？俺は徳田新之助、貧乏旗本の三男坊だ。折り入ってあんたに話がある。うめえ話って何で？いや、ここじゃちょっとすいませんが、その辺まで行って話を聞いてもらえませんか？そちらのお兄さん方もご一緒にね。お父っつぁんが隠れ富を買っていたなんてそんな。信じられんか？ええ、
真面目一方の職人で賭け事は大嫌いな人でしたから。だが事実だ。無下に殺されたのも一番富が当たったのが原因らしい。一番富に。それであんなこと。お水お水どこ行ったんだ。お父っつぁん、お父っつぁん、どうしたの？昼間からお酒なんか飲んで。前祝いだよ、前祝い。あんまりよろしいんで飲まずにはいられなかった。なんかいいことあったの？終わりだよ。お水、おめえをな、やっと長崎に連れて行けるよ。長崎へ？本本当だと思う。な横丁の先生が言ってたろ。長崎出島の蘭方医の先生にお願いをするやな。おめえの目が元通りきっと見えるようになって、そう言ったろ。その夢がよ、その夢が夢じゃなくなったんだ。でもお金は蘭方の先生に見てもらうには30両もいるのよ。だからよ、その金が減ってくんだよ。30両どころかおめえ50両も減ってくんだよ。50両も？うん。どうやって？そいつはな、言わぬが花よってやつだよ。おめえはな、知らねえ方がいいんだよ。お父っつぁん、もしかして何か悪いことでも？違う違う、お父っつぁん空っぽちの悪いことなんかしちゃいないよ。ただな、ちっとも悪い金型変えただけだ。はあ、いい心持ちだ。それからしばらくしてお父っつぁんまた出かけていきました。そしてそれっきり。そうか。親父さんはあんたの目を治すのが目当てで。お父っつぁんが殺されたのは私のせいです。私がこんなでなければ今も元気で。私が悪いんです。いや、それは違う。悪いのは人の弱みにつけ込む隠れ富の一味だ。あんたの責任ではない。一つ運試しをやってみませんか。おい、これはおめえ隠れ富じゃねえか。ええ、一枚がたったの50文、一番富が当たれば50両になりますね。へえ、おめえこんな商売やってんのか。昔貧乏くじ、今富くじ入りじゃシャレにもならねえな。そういうお前さん方だってごめん富を買う銭はねえんでしょ。まあな、50両ありゃ毎日遊んで暮らせますぜ。だけど隠れ富ってのはな、神に見つかったらやばいですよ。そんな心配いりませんよ。女子供だって手を出すご時世ですからね。まあ、もっともケチケチと酔い越しの銭を貯めようって腹なら話は別ですがね。そうとまで言われちゃ江戸が立たねえな。それ1枚もらおうじゃねえか。さすが親方。お金や。おう、俺2枚もらうぜ。俺2枚。俺3枚。よし、俺も3枚。締めて11枚。親方、すみませんが、霧のいいところであと2枚どうです？しょうがねえな。置いてけやじゃん。旦那、お待ちしておりましたぜ。お前は一兵殺しだ。罪を認めて名乗り出る気になったか。とんでもねえ。生き証人の旦那に引導を渡しに来たんでさ。才三、あとは任せたぞ。心得ました。
談じゃねえ。これじゃ約束が違うじゃないですか。なんだ、何を騒いでおるんだ。あ、旦那、こいつが手間賃に不満を言いやがるんだよ。当然ですよ。100万円残らず売りさばいたら色をつけると言ったじゃないですか。それは売れ残りを出した奴らと一緒じゃ割が合いませんよ。そんな約束はした覚えはないね。嘘だ。あんたは確かに。まあ待ちなさい。どうだ、これでいいだろう。こいつはどうも。お、兄、しばらくです。元気がねえじゃないですか。なんか心配事でも。うるせえ。お前の知ったことかい。貴様、何者だ。いや、すみません。訪ね先を間違えたようで。先生、どうしました。怪しい奴が忍び込んでいた。お主をつけてきたんだろう。わしを。あの三品が。心当たりがあるんだな。素直に入った方がみんなためだぞ。やめてくれ。俺じゃねえ。俺は知らねえ。俺じゃねえ。俺は知らね間違いありません。一兵衛殺しの下手人です。上半身に拷問の跡があるな。隠れ富一味の仕業だろう。その一味ですが、元締めは松前屋伝兵衛と思われます。裏庭の土蔵の中をお調べになれば動かぬ証拠がつかめるものと。よし、早速手配しよう。これはお役人様方お揃いで何のご用でございますか。松前やってんでご法度の隠れ富を打った嫌疑でこれより手入れを行う。めっそうもございます。手前は片木の商人でございます。そのような悪事など決して。さくら、言い訳は土蔵を改めた後ゆっくりと聞かせてもらうぞ。よし、まとめよう。何もありません。時が過ぎましたか。いや、まだ終わっておらん。荷を改めろ。お帰りになられましたら大岡様によろしくお伝えくださいませ。この損料は後日書面にてご請求申し上げますとな。上様、証拠になるものは何一つ見つからなかったそうです。松前屋め、先手打って他の場所へ移したな。はあ、大岡様もそう申されておりました。一兵衛殺しの下手人の口も塞がれて打つ手がなくなったと。上様、寺社方吟味物調べ役の佐野兵部様がご登場になられました。全国の寺や神社を管理する寺社奉行は江戸幕府三奉行の最上位にあり、総社番たる譜代大名が兼任していた。その実務上の権限は吟味物調べ役に委ねられていたのである。その方に来てもらったのは他でもない。近頃盛んな富くじ興行の件について相談があるのだ。ご相談と申されますと。富札の売値を
一部と定めているそうだが、もう少し安くならんのか。恐れながらご趣旨のほどが解せませぬが。上様は庶民の懐具合をお考えになっておられるのじゃ。今のままでは裕福なものだけの楽しみに過ぎぬからの。お言葉なれど富くじ工業は自社の不審修理の費用を捻出するがための手立て、いわば必要悪でございます。富札の値を下げることはいたずらに町民の社交心を煽る結果を招くと存じます。だが隠れ富に手を出すより良いであろう。それとも自社方では無法な一味の横行をやむを得ぬと考えているのか。隠れ富を商う一味が横行するのは町方の取り締まりが手ぬるいがためと心得ます。自社方に責めはございません。ではどうあっても定めは変えられぬと申すのだな。御意にございます。分かった。下がってもよいぞ。日頃うるさ方を相手にしているだけあって筋が通っておりまするな。いや、むしろ逆だと思うが。本日の一番富鶴の652番。おいちゃんいねかい。その声は龍子さん。先日はいろいろとありがとうございました。おかげさまで。いや、礼を聞いてる暇はねえんで。聖地に空いてんだがどこ行けんで。住まいは正殿町の裏長屋ですけど、誠司さんが何か。実はあいつから富くじ買ってよ。富くじ？うん、それがおめえ一番富に当たっちまってよ。いや、驚いたのなんとって。初め俺も信じられなくてな、こうやって、いや、ほっぺたつねってよ。誠司さんもしかして隠れ富を売ってるんじゃ。そうだよ。なんでおみちゃん知らなかったのかよ。お帰りなさいませ。松前屋、そろそろ来る頃だろうと思っておったぞ。お待ちかねは手前ではなくてこちらでございましょう。いつもの通り賞金の払い戻しと手前の分は引かせていただきました。町方の手入れがあったそうだが大丈夫か。ご心配には及びません。かえって備えが固まりました。気のせいか。ではやはり佐野と松前屋は。はい、やはり上様の仰せられた通り一つ穴の無地だでございました。富付きが盛んになったのは兵部が認可を与えたため。そのくせ口では必要悪などと筋が通らんではないか。今一度佐野を呼んでそのあたりを問いただしてみてはいかがで。いや、白を切られたらそれまでだ。まず動かぬ証拠をつかまねばならん。こいつは支度金だ。3日経ったら迎えに来るからね。よろしくお願いします。いやいや、じゃあごめんなさいよ。どうしたんです、その小判は。まさか
あの野郎にもらったんじゃ。そうよ。これは支度金。私大人暴行に出る。いけねえ。おみつさん、あの野郎は事件だ。どんな店に連れて行かれるか分かったもんじゃねえ。どんな店だって構わないわ。私みたいなものが一人で生きていくには贅沢言っていらんないのよ。何言ってるんです。おみつさんにはこの俺が頼りにしてくれるって言ったじゃねえですか。あんなこと言って私がバカだったわ。隠れ富を売るような人を信じるな。隠れ富、何のことだか俺にはさっぱり。とぼけてもダメ。龍子さんに聞いたわ。親方があの人を恨むのは筋違いよ。一番富に当たってあんたを探してただけなんだから。悪いけどもう帰ってちょうだい。待ってください。おみつさん、俺は確かに隠れ富を売ってます。だけどどうしてそれが俺を遠ざけることに。どうしてなんです。お父っつぁんを殺したやつの仲間だからよ。親方を殺したやつの。そうよ。お父っつぁんは私の目を治すために隠れ富を買って、それが元で殺された。さあもう帰ってちょうだい。あんたの顔なんか二度と見たくないわ。おみつさん、帰って。話は聞かせてもらった。お主が隠れ富を売っていたとはな。好きでやってるわけじゃありませんよ。こんなお土産を身につけていちゃね。寄せば帰りでも堅気の仕事をしている者は大勢いるぞ。所詮はうだつながらねえ半端仕事ですよ。あくせく働いて食っていくだけが関の山。金はたまりませんよ。いくら金を貯めても俺の中では使えんぞ。承知の上ですよ。金の使い道はちゃんと考えてあります。何に使うんだ。もしかしておみつさんの治療代ではないのか。やはりな。だが汚れた金をおみつさんが受け取ってくれるかな。隠れ富とごめん富とどこが違うって言うんです。安い銭で貧乏人に夢を与える隠れ富の方がよっぽどまっとうじゃねえんですか。まっとうな商いならなぜ人を殺す。おみつさんの父親もその下手人の八五郎も一味の差し金で殺されたんだ。まさかそんな話は信じらんねえ。おめえさん俺を騙そうとしていなさるんで。いやむしろお主の身を案じている。八五郎の二の舞を踏まぬようにな。もうやめてください。俺は帰らせてもらいます。待て。お主に万一のことがあればおみつさんはどうなる。治療はおるか身の自由もならぬ空外に落ちることになる。今からでも遅くない。一味ときっぱりと縁を切るんだ。でないと一兵衛さんも浮かばれんぞ。今日がどんなに辛かろうとも
誰にも明日はやってくる今日と明日の夜の谷まで嘆きを流すのささあおやすみよいい夢ごらん眠りの中で心広げてやがて夜明けの眩しさに安らぎを知るだろういらっしゃい。おやさん、今入った男は裏から。ありがとう。おう、誠治か。全部売り切れたのか。いや、実は旦那にちょっとお聞きしたいことが。指物師の一兵衛さんを殺したのは八谷兄だったって本当ですかい？やぶから棒に一体どういうつもりなんだ？一兵衛さんは俺の親方だったんです。そうだったのか。下手人は確かに八五郎だ。それは旦那のお指図で。とんでもない。八五郎が勝手にやったんだ。あいつは賞金を猫ばばしようと思ったんだな。50両をてめえのものにしようとしたんですかい？そうなんだよ。まったくとんでもない悪党だよあいつは。だからな、私も心を鬼にして始末をつけたんだ。まさかおめえ俺が50両出し惜しみをしたと考えていたわけじゃないだろうな。いや、そんなことは。断っとくが、私はそんな真似はしないよ。その証拠にな、今度の賞金もちゃんとこうして用意してあるんだ。そうで、湯島天神の一番富鶴の652番はお前が売った札だそうだな。ええ、当たったのはめぐみの龍子ってお人で。そうかい。それじゃ早く持ってってあげなさい。今自分は首を長くして待っているだろうさ。えい。一番富が当たったそうですね。親方、すいませんが札を改めさせてもらえますか？おお、いいと思うよ。鶴の652番、間違いねえ。それじゃあこの賞金を。ああ、これはおめえが取っときな。俺が？30両いるんだろうが、おみっちゃんのためによ。遠慮すんね。親方。その代わりこの家業からおめえは足を洗え。それで余った金でよ、おみっちゃんと所帯を持ちね。せっかくの配慮だがそううまくはいかんな。先生、今のはどういう意味です？わからなければその切り餅の中を見ろ。何かこれじゃ飴玉も買いやしねえ。すんなりと小判を渡すほど元締めは甘くないということだ。
二人ともここで死んでもらおう。新さん、助かったぜ。誠治、しっかりしろ。誠治。こっちよ、こっち、こっち。さあ、早く。おみつさん、さあ早く。おみつさん。誠治はここだ。誠治さん、大丈夫なんでしょうか。医者の話によると今夜が峠だそうだ。なんとか持ちこたえてくれるといいんだけど。こいつはね、おめえさんのために金を工面してたんだ。お松さんから聞きました。一言言ってくれれば。誠治は今の商売を心の中では恥じていたんだ。ましてや心から好いていたあんたに本当のことは言えなかったんだろう。そうとは知らず、私ひどいことを。誠治さん、誠治さん、ごめんなさい。私も本当はあなたのこと、あなたが死んだら私も生きていけないわ。お願い、死なないで。誠治さん、死んじゃいや。誠治さん、誠治さん、誠治の口からこの場所が漏れる気遣いはない。それは聞いた。だがな、念には念を入れるのが私の性分なんだ。さあ早くしろ、早く。あいにくだがもう手遅れだな。誠治は生き返った。お前たちの悪事残らず話してくれるそうだ。くそー、殺せ、殺してしまえ。兵庫、富札の値下げを反対したのはごめん飛びの売れ行きを抑えるためだったのか。おっしゃる意味がよくわかりませんが。ごめん飛びが高値であれば価
隠れ富はよく売れる。したがってその方の身入りも大きくなる。至って明白ではないか。これはまたご無体な。いかに上様でも許せませぬぞ。許せるのはお手前の方じゃ。公儀の要職にありながら金の亡者になり下がるとは不届き至極。恥を知りなされ。では伺いますが、一体どのような証拠があってこのような言いがかりを。忠相、これ。は。松前屋伝兵衛はそこもととの関わりを一切白状しました。もはや言い逃れはできませんぞ。兵庫、せめて武士らしく往生際をきれいにしたらどうだ。寺社方吟味物調べ役佐野兵部はその日のうちに切腹して果てた。一方重傷を負った清次はおみつの海外しい看病の結果奇跡的に回復した。吉宗の援助を受けた二人が長崎へ向かう日も近い。この事件をきっかけに寺社奉行公認の富くじの売り値が大幅に引き下げられた。これもまた貧しい庶民にも公平に夢を与えようと願う吉宗の配慮である。梅の53番か。あまりいい出番じゃないな。そうかな。これはいい番号だと思うんだけどな。新さん、俺のはどうですか。まあまだな。まあまあ。これらはどうですか。足のもどうですか。あまり当たりそうもない番号だな、みんな。おやおや、証拠にもなくまた富くじかい。言っとくけどこれは隠れ富だねえぜ。れっきとしたごめん富だ。安くなったんでね、明日でも買えるんですよ。しょうがない連中だね。どうせそうするのに決まってるのにさ。あらららら、そんなこと言っていいのかしら。あらおまっちゃん、なんだいその言い方。私がなんかしたみたいじゃないか。兄弟にしまってあったこの富くじ、一体誰が買ったんでしょうね。お客様。へえ、おまっちゃん富くじ買って兄弟しまっといたのか。あ、そうか。私もらっとこう。これはお早いお帰りで。じい、お前もか。なんというやつじゃ。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。その佐伯なる鬼が番、一体何のために薩摩藩を調べていたのかな。ご禁制の品々とりわけ鉄砲を買い付けているらしいと。大量の鉄砲が江戸に入れば世の乱れの元となる。短筒を入れた長持ちをその方の店へ送るゆえ
かねて申しておいた売りさばき先へ回してくれ。はい、かしこまってござる。昨日あんたは西方と一緒に薩摩屋敷を探っていたな。下手に近づくと命を落とす。見ず知らずのあなたにお話しすることはありません。今男女たちは江戸へ短筒を持ち込もうとしています。もし何か掴んだらめぐみに知らせてくれ。よくもうるまい一族を罠にかけたな。その威勢の良さが命取りじゃ。暴れん坊将軍南国の美女華麗なる復讐、どうぞお楽しみに。